皆さんようこそ。今回の解説ではスキンケア製品の安全性に隠されたものすごく厳密な科学の世界に迫っていきますよ。パッケージの肌に優しいみたいな宣伝文句は一旦忘れてください。今日は分子量、いわゆる MW ですね。それとログ P を使って成分の安全性が一体どうやって判断されているのか、みんなで解き明かしていきましょう。専門用語も出てきますが、難しい言葉にはバッチリ日本語字幕が入るので安心してくださいね。さて、あなたがスキンケア製品を買うとき、どうやってこれは安全だなって判断していますか？実は科学者たちってマーケティングの言葉なんて一切信じていないんです。彼らは厳密な科学のデータだけを見ています。ではその真の安全性を見極めるために MW と LogP という2つの指標がどう使われているのか、今日はその秘密の裏側をお見せしますよ。さあ、今日の解説の流れはこちらです。1、皮膚の最強バリア機能。2、500ダルトンの法則。3、ログ P と浸透の鍵。4、クロースの吸収分類法。5、安全マージンの計算。そして6、化粧品安全性の結論。サクサクいきましょう。まずは1、皮膚の最強バリア機能からですね。科学の話に入る前に絶対に知っておくべき大前提があります。それは私たちの肌はスポンジじゃないってこと。実は異物を弾き返す超強力な要塞なんです。ここで経皮吸収という言葉をイメージしてみてください。これいわば肌の用心棒です。一番外側にある角質層というゲートを突破できなければ、その成分は体内には絶対に入れません。つまり吸収されなければ全身への影響もゼロ。シンプルですよね。そして次が 2.500 ダルトンの法則。500。皆さん、この数字今日のめちゃくちゃ重要なキーワードです。絶対に覚えてくださいね。これが肌という VIP ルームに入るための体重制限みたいなものなんです。ちょっと深掘りしますよ。ボスとマイナーディの研究にある有名な言葉なんですが、成分が皮膚に吸収されるためには分子量が500ダルトン以下でなければならないんです。要するに500より大きい成分は肌の奥に入りたくてもでかすぎて入れない。ただ肌の表面に乗っかっているだけなんです。さて、3トップ P と浸透の鍵に進めましょう。先ほどから出ている分子量、つまり MW ですが、これは単純に私たちが持っている鍵の物理的なサイズだと思ってください。鍵穴に対して鍵がでかすぎたら、どう頑張ってもガチャッとは入りませんよね。じゃあもう一つの鍵、ログ P って何でしょう？オクタノール水分配倍係数なんていかつい名前がついてますが、難しく考えないでください。要はその鍵が何でできているか、つまり水と油どっちと仲良しなのってことです。人間の肌の表面って脂質、つまり油のバリアで守られているので、ここがクリアできるかどうかが超重要なんですよ。ここすごく面白いところなんですが、マイナスのログ P、つまり水と仲良しな成分はどうなると思いますか？そう、肌の油バリアに完全に弾かれちゃうんです。逆にプラスのログ P、油と仲良しな成分はスルッとバリアを抜けられるんですね。まさに水と油の戦いってわけです。では4点クロースの吸収分類法を見ていきましょう。このクルースさんたちが作った表、本当によくできてるんです。MW とログ P を使ってどれくらい吸収されるかピタッと予測しちゃうんですよ。例えば一番上を見てください。1000ダルトン超えの超巨大分子はログ P が何だろうと吸収率0、即アウトです。逆に一番下150ダルトン未満の極小サイズでログ P が 0.5 から 2.0 のちょうどいい油っぽさだと、なんと最大 80% も吸収されるって予測されるんです。サイズと性質、この2つが揃って初めて中に入れるんですね。いよいよ計算のパート、5点安全マージンの計算です。さあ、吸収率が予測できたところで、次はその数字をどう使うのって話ですよね。安全性を絶対に保証するために、専門家はこの3つのステップで計算します。まず、体内にどれくらい入るか SED を出します。次に、毒性試験で無害だった最大量 PD 指数を確認する。そして最後に、その PD 指数を SED で割り算して MOS、つまり安全マージンを吐き出すんです。パズルのピースがカチッとはまるみたいですよね。これが実際の現場で使われている計算データです。一番下の GLYCRET-26 という成分に注目してみてください。ボディが1000で SED が 0.7。これを割り算すると、一番右、MOS は708になってますよね。
この708というスコアがこの後めちゃくちゃ効いてきますよ。さて、ここで今日2つ目の絶対に覚えてほしい数字の登場です。100。これただの数字じゃありません。化粧品が安全だと認定されるための究極のボーダーラインなんです。モスが100を超える。これが絶対的な安全のルールです。なんで100も必要なのって思いませんか？実はこれ、動物と人間の違いで10倍。さらに人間同士の個人差や敏感さの違いで10倍。掛け合わせて100倍もの安全のクッションを持たせているからなんです。このモス100をクリアして初めて、毎日使っても絶対に大丈夫って言えるんです。さっきの成分78でしたよね。もう余裕でクリア、文句なしの大合格ってわけです。最後に、6、化粧品安全性の結論です。要するにですね、化粧品の安全性ってなんとなく肌に良さそうで決まってるわけじゃないんです。肌は強力な要塞で500ダルトン以上の大きなものは入らない。入れるかどうかはログ P で決まる。それをクローツの分類法で正確にデータ化して、最後はモスが100を超えるかどうかっていうガチガチの数学と読性学で判断されているんです。感覚の入り込む隙間なんて1ミリもないんですよ。さあいかがでしたか？今夜からスキンケアのラベルを見る目がちょっと変わりませんか？カタカナだらけの成分表の裏には、実はこの500ダルトンとかログ P、そしてモクス100っていう緻密な科学と計算が隠されていて、あなたの肌を毎日静かに守ってくれているんです。そう考えると毎日のスキンケアがなんだか頼もしく思えてきませんか？それでは今回の解説はこの辺で、また次回お会いしましょう。